こんにちは、あきです。今日はですね、踊らない話なんですけど、ちょっとハウスダンスが好きな皆さんにぜひ読んでほしい漫画を紹介しようと思います。漫画はですね、ワンダンスっていうストリートダンス漫画です。実は私、学生時代、書店員、本屋さんでアルバイトしてたので、あんまり漫画読まないんですけど、ちょっと詳しいのは詳しくって、ダンサーかつ元書店員がおすすめする漫画ということで、ワンダンスご紹介したいと思います。で、私、今回1巻から読まなくって、この4巻から読んだんですよね。見えるかな？この4巻から読んだんですよ。なんで4巻から読んだのか私もよくわかんないんですけど、ふと気になったのがこの巻で、ストリートダンス漫画ってどんな感じなんかな、読んでみようみたいなんで読んだら、だいぶ感動しました。で、ちょうどしかもこの4巻がハウスダンスの回だったので、一気に読み切って最終的に全巻買ったっていう感じなんですけど、なのでぜひこれはね、ハウスダンス好きには読んでもらいたいなと思ったので、今日は紹介しようと思います。簡単に紹介すると、ワンダンスはストリートダンス漫画ですね。月刊アフタヌーンで今も連載中のもので、今日時点では7巻まで発売されてます。で、作者のコーヒーさんもダンス経験者らしくって、舞台は高校ダンスを結構主体に書いてあるんですけど、割と大学生のダンスサークルみたいな要素もあったりして、私的にはそこと境遇が近くって自分と照らし合わせながら読んでたりもしてたんですけど、ダンスを全く知らない人でもこれを読めば結構ストリートダンスがわかるっていうぐらいかなり丁寧に書かれてるので、ストリートダンスの独特の世界観だったり感覚みたいなところも分かってもらえるかなと思います。逆にダンスを知ってる人にとっては、すごいこれわかるっていう要素がたくさん盛りだくさんですね。話したいことたくさんあるんですけど、今日は私視点で、ハウスダンスが好きなあなたにおすすめしたい3つの理由を紹介しようと思います。で、まず1つ目は、ダンスを言語化で理解できるっていうことです。私の動画見てくださってる方は結構ツボなんじゃないかなって思うんですけど、本当に綺麗に言葉でダンスを説明されていて、例えばですけど、4巻の最初にですね、ハウスダンスっていうものを定義されてて、このシーンですごくグッと心をつかまれたんですけども、なるほどなって納得いったり、そう表現すれば伝わるのかっていう内容がたくさんあって、もう漫画の域を超えてもはや参考書じゃないかって言っても過言ではないと思います。っていうのも私もこうやって YouTube で動画作るようになってすごく感じてるんですけど、ダンスとか芸術の分野って言葉で説明するのって本当に難しいんですよね。はっきりした意味があるので、伝え方も難しいし、明確な定義がないものが多いので、表現に迷うっていうことがよくあります。かといって、詳しく説明するとすごく学術的になっちゃったりとか、この漫画の中での絶妙な言葉選びっていうのが、たまらなくってめちゃめちゃ感動しました。なるほど、こういう感覚で踊ったらいいのかっていうのが、読んだらわかるっていうところですね。で、もう一つは再現度が高すぎるっていうところです。ダンスって何、クラブって何、バトルって何みたいなところも、抽象的な部分を忠実に再現してるだけじゃなくって、これさえ読めば本当にダンスがわかる。ストーリーも絵の描写も、とても丁寧に描かれてるので、音楽が聞こえて踊ってるように感じる、繊細に書かれてます。あとは作品に出てくるスピーカーとか靴の話とかも、本当にリアルな話で、そうこの靴流行ったよなみたいなのとかも、あるある部分もすごく書いてあるので、もうダンスシーンがすごくリアルに書かれてるなって読みながら感じてました。で、なぜこんなに再現度が高いかっていうと、発行年月日とかが書いてあって、でそこに取材協力の人とか書いてあるんですよね。で、ここ見てもらうと、ゆうすけさんの名前が書いてあるんですけど、だからすごい大阪ハウスダンスシーンみたいな内容がいっぱいあるんやなっていうのを実感しました。ゆうすけさん大阪の先輩なんですけどね、もちろん作者の方の繊細な言葉選びもすごく素敵なんですけど、再現度が高いのはゆうすけさんエッセンスが入ってるからなんだなっていうのを読みながら実感しましたね。もう本当に総じてただのダンス漫画ではないなと思います。3つ目は、これ結構本当におすすめしたい大きな理由なんですけど、
ど、ダンスの上達過程がわかるっていうことです。ダイレクトにこれをやれば必ず上手くなるよっていう方法は正直ないんですけど、私の中での答えは、多くの経験から知識を得て、その経験と知識をどうやって使うかっていうのがすごく大事だと思ってます。で、そのプロセスがストーリーの中でしっかり書かれてるので、この漫画を読んだらその過程がわかるからこそ、どうやったらダンスが上手くなるんだっていうのが頭で理解しやすいと思います。で、主人公のカボくんが時には本能的に動いたり、時にはロジカルに動いたりして、様々な経験をしていく中で、その経験から気づいたことをダンスに生かしていく。そして人間的にも成長していくみたいなところがメインのストーリーなので、主人公が一つのロールモデルっていう風に考えると、ものすごくダンスの上達過程が理解しやすいと思います。で、初めはもうコンテストからバトルシーンとかクラブシーンとかもちょっと触れてたりするので、経験を通して感覚が変わっていく過程がしっかりと見れるので、ヒントや発見がたくさんあります。ということで、これからね、まだまだ続いてる漫画なので、どんなストーリー展開になっていくかもちょっと楽しみなんですけど、私は4巻から買ったのでちょっとイレギュラーなんですが、1巻から読むとさらにストーリーが楽しめると思うので、ちょっと興味あったらぜひ読んでみてほしいなと思います。はい。それではまた別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。